皆さん、こんばんは。お元気でお過ごしでしょうか。5月の23日、第15回目のトークライブとなりました。2週間ぶりなんですけども、どのようにお過ごしだったでしょうか。私はこの2週間、本当にいろんなことがありました。いろいろね、思い出深いこともたくさんあるんですけれども、実はこの地球蘇生プロジェクトの実行ということで、恩送りコミュニティというのがですね、この2月からスタートしました。これが今大変に盛り上がっていまして、世界中の方々がご参加いただいてるんですけれども、この恩送りコミュニティの実行部隊のですね、各地にいらっしゃる方々がですね、今、田植えがスタートしてるんですね。で、今日もですね、京都の綾部の野田さんという方の田んぼ、こちらでですね、恩送りコミュニティの皆さんがですね、ご参加いただいて、田植えが、されたということで、野田さん、本当にありがとうございました。そして来週もですね、三重県のですね、長谷部さんという方の、田んぼで、自然農の実践が始まります。このコミュニティはですね、まだまだ募集しておりますので、もしご興味がある方がいたらですね、ぜひご参加ください。そしてですね、ちょうど昨日なんですけども、私は波動フェスティバルというのに参加していました。波動、振動ですね。波です。私たちの身体だけではなくて、この目に見える七色も振動ですね。そして心も振動してます。この振動の波、波動を調整することで、実際に心身というものが変化をする。私自身も体験してきてますし、このエネルギー的な医療、そのことを描いたストーンエイジという映画を撮りました。で、当時ね、非常に大きい波動機器だったんですけれども、今やですね、その波動機器がさらに小さくなって、こんな小さくなってんですね。数玉令和っていう機械なんですけど、私これね、もうほぼ毎日のように使っています。で、自分の身体の例えば神経系とかですね、そういうものを測定して何かおかしいなと思ったら、それを修正することができる。で、修正することで、実際に心身の症状がですね、良くなったりするんですね。もしですね、ご興味がある方がいたら、オフィス鉄白鳥のショップにて見られるようになっています。さて、今日は皆様にお伝えしたい映画はこちらになります。ホワイトライオン、人類へのラストメッセージ。この映画はですね、白いライオン。ライオンの中でも非常に霊的に高いと言われている白いホワイトライオンというライオンを保護している活動をされているリンマク、えーリン、リン、リンダ・タッカーさんがですね、出演された映画です。このタッカーさんという方はですね、もともとモデルさんをされていて、広告業界でバリバリに働かれた方なんです。で、このタッカーさんがですね、まあ、最先端にいらっしゃった方がですね、なぜホワイトライオンの保護に目覚めたのか。それはタッカーさんご自身の経験があります。今から30年前なんです。タッカーさんはですね、アフリカに行ったんです。そして、そのアフリカの地で、なんと、ライオン24頭に囲まれるんです。24頭ですよ。しかもですね、そのライオンたちは、交戦状態にあってですね、非常に危険な状態にあります。で、その中にタッカーさんがいらっしゃってですね、危機的状況にあったんです。その時に、老婆がずーっと歩いてきて、ちっちゃい男の子を抱えながら現れるんです。
そしてライオンたちの間を通り抜けて、すると、ライオンたちが、あれだけ交戦状態にあったライオンたちが急におとなしくなって、穏やかになるんですよ。穏やかに変わって、なんと、リンダさん、命を救われるんです。それで、なぜですね、あの時にライオンが穏やかになって、ご自身の命が救われたのか。私はですね、このホワイトライオンという映画を撮ってる最中に、この理由を自分自身が知ることになります。あの、このタッカーさんの撮影をですね、日本で今から、4年前にするんですけれども、その時ですね、約束の時間がありまして、約束の時間になって、タッカーさん来ないんですね。いるのはわかるんです。いるのは知ってるんですけども、なかなかいらっしゃらない。で、まあ、しばらく待ってたんです。10分待っても来ない。20分待っても来ない。30分になっても来ない。で、40分でいよいよちょっと不安になり始めた時に、ちょうどですね、お付きの人が現れまして、監督申し訳ありません。タッカーさんが監督にお話ししたいと言ってるって。ぜひ、ちょっと会いに来ていただかないでしょうか。話を、なんかちょっと私は何が起きるのかちょっとドキドキしながらですね、まあ、タッカーさんの元に行くわけです。ちょうど、少し小高いですね、お堂というか、建物がありまして、そこでいらっしゃるのは知ってたので、私はそのタッカーさんのところに行くわけです。すると、いらっしゃいまして、で、ご挨拶をしてから、私がそばに寄ってってですね、近づいて、しばらくですね、私の目をじーっと見るんですよ。ほぼ瞬きせずにですね、私の目の奥までじーっと見るんです。それでこういうふうに言うんです。あなたは、ライオンハートに気づいてらっしゃいますね。ライオンハート。私は、そのことを言われてですね、自分の中を内省してったんです。それで、思い出したことがあったんです。その時から遡ることの10年ほど前、私は脳腫瘍になりました。耳が聞こえなくなり、舌が動かなくなり、激しい頭痛や吐き気、様々な症状と向き合っていきました。そして私はその時に、その症状の原因となる意識、感情や感覚、思考、観念、信念、それらを受け入れて許すっていう作業をひたすらひたすらやっていきました。そのうちにですね、私の今回のこの脳腫瘍の原因となる根本原因とぶち当たったんです。実は私はその根本原因と過去世療法によって向き合うことになります。過去世療法、催眠療法です。催眠にかかって自分自身の潜在意識に入っていく。そうすると潜在意識には過去の情報も残ってます。それをですね、セラピストの誘導に従って私自身が潜在意識に入っていく。その中で私の今回のこの脳腫瘍の原因となる根本原因と向き合うことになるんです。その根本原因。ライオンに襲われていた経験があったんです。しかも、その襲われた時に、私自身の頭、歯があった位置に、ライオンの歯があった位置に、脳腫瘍があったことが
後に気づくようになるんです。そしてですね、私はその時の状態を自分自身受け入れていきます。ところが、体は意識を受け入れることで良くなってたことが、そのセラピーを受けてから一挙にまた悪くなり始めるんです。声が出なくなる。舌が動かなくなる。激しい頭痛、そして吐き気も出てきてですね、2度目のセラピーを受けることになるんです。2度目のヒプノセラピー。再び自分の過去世のライオンに襲われてた時代まで遡ります。その時に、セラピストの指示では、ライオンになってみましょうって言われました。私を襲った相手、その相手側に自分の意識がなった時に気づいたんですよ。ライオンは家族を守るために襲う必要があったんです。当時の私、ジョセフを。当時の私の名前、ジョセフです。私たち人間もたくさんの生き物たちを無慈悲に殺し続けてます。彼らにはちゃんと意識と意志があります。それらの霊性を無視して命を殺し続けてる。私は中に理解が生まれたんです。そしてですね、セラピストはこう言いました。ライオンちゃん、ジョセフに言いたいことあるって。ジョセフ、君の人生を奪ってごめんね。じゃあジョセフになってみようって。意識の中でジョセフになります。ジョセフ、ライオンちゃんに言いたいことある？わかったよ。僕の体を君たちのために使ったんだね。じゃあハグしてみましょうってことで、ライオンにハグしまして。そしたらライオンがペロ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 舐めて。私の意識の中にあった異常な恐怖がなくなったんですよ。私はずっと意識の中にその恐怖心がありました。動物を見ると必ず吠えられてました。そして人前で立つことも怖かったです。でもそれが怖くない。吠えられない。その時に私は気づいたんです。どんな命にも尊厳がある。ライオンにも尊厳がある。動物、植物、微生物、鉱物、すべての命に尊厳がある。その尊厳は大変尊いものがあります。そして、つながってるんです。つながってるので、相手の尊厳を痛めることをすれば、やがて潜在意識の記憶を通じて自分自身が受け取るようになるんです。逆に言えば、他者に対して、動物に対して愛や敬意を向けていくことは、やがて潜在意識を介して自分自身が受け取るようになってくる。ライオンハート。すべての命の尊厳。私はそのことに気づいたんです。すべての命はハートを通じてつながっています。動物や植物、微生物や鉱物、彼ら命の尊厳を痛めることをすれば、当然それは私たちの潜在意識に蓄積し続けて、いずれ自分自身が受け取るようになります。だったら動物や植物、生きとし生けるものに対して愛や敬意を向けていく。そのことはやがて自分自身も受け取るようになっていく。地球上には3000万種以上の生命がいると言われています。この命に対する尊厳、そろそろそのことを思い出す時代を迎えています。そのことを描いたホワイトライオン、人類へのラストメッセージ。こちらの絵が
現在、オフィス鉄白鳥 YouTube にて公開中です。ぜひこのチャンスにご覧ください。そしてですね、ホワイトライオンのような中編や長編だけ、短編だけではなくて、長編の7作品、現在、ウェブにて公開されています。こちらは Vimeo で、公開されています。ぜひこのチャンスに、この7作品とともに、ホワイトライオン、その他の短編作品、そして中編作品をご覧ください。これらは、この地球上が持続可能な方向になっていく、その生き方のビジョンが描かれています。地球組成プロジェクト。皆さんもですね、人生生きてると様々なトラブルに見舞われることがあるかと思います。で、トラブルが起きたときに、何か負の現象が起きたときに、どのように心を変えていくか。これが生き方を変えていくポイントになってきます。私はですね、トラブルが起きたときにまずこんなことを思うんです。解決策を見出すチャンスが始まっていく。解決策を知るチャンスなんですね。その厳しい事実をですね、受け入れてしまう。知ってしまう。事実そのものを受け入れて知ることで、解決策のヒントがどこかで起きてきます。ヒントが起きたときに、行動に移したときに、乗り越えられるときが来ます。実は、どんなものにも乗り越えられるんです。すべてはきっとうまくいきます。また次回お会いしましょう。それでは皆様、ごきげんよう。И когда уже урожай созрел, мы отобрали образцы и зерна, чуть позже зеленой массы, и измерили в них содержание цезия. Мачигайない. この微生物でいける。これはいける。そう思ったのです。近所のすべての人々が避難して誰もいなくなったこの土地で、地元に残って自宅付近の山林で微生物を散布し始めたのです。
This is his third appearance on this plane. Before this one, he was a monk. And they're asleep on the couch, he would say, yes, we have the body. And he would describe the person, what was wrong with them, how they could get better. And the communication he gave while asleep on the couch is called readings. You know, with Casey, it's names, dates, body parts, blood type, temperature. And you start saying, well, you know, how could he possibly have done this? で驚くのはエドワード・ケイシーは全く医学情報医学知識ないにもかかわらず催眠状態に入ると正確な医学用語を使う。そしてねエドワード・ケイシーのもとにやってくる方々というのはほとんどの人が当時の医学で治せなかった方々なんですよ。自分の娘に自分の国の建国のことを聞かれて私は答えられなかった。誰も知らないからそれが普通だと思ってた。